皆様こんにちは。メイドのあかりです。夏真っ盛りでどんどんメダカたちが増えてきて早くビオトープを作れないといけなくなってきました。ホテイアオイもめっちゃ多いです。今回はまず木枠を作っていきます。下手くそラフ絵ですが、超ざっくりこんな感じの木枠を作ろうかと思います。やることはめちゃくちゃ多いので、早速レッツゴー。まずはずっと使っていた木枠を解体していきます。この側板は再利用しますからね。最後まで取れてなかったですが、全部解体しました。さて、それでは木材を切っていきましょう。支柱にゴム板を貼って直接地面に触れないようにしておきます。側板をくっつけていきます。作り終わった今思いますが、絶対もっと簡単な方法があったはずです。下の方はこの細い板を支えというかデザインとして使います。天板を作りましょう。波釘というのを使ってみたのですが、刺さりづらい箇所もあり、結局は金折りを使って固定させました。さあお次は塗装をします。ちょっとささくれ立っているような箇所を紙やすりで軽くこすっておきますね。塗料はこちらを使います。以前使った余りですね。たっぷりと染み込ませて塗っていきます。夏真っ只中なのですぐに乾いていいですね。こんな感じになりました。やはりウォールナットはいいですね。かっこいい。ぴったりだね。縦の木材は今ボンドで止まっているだけなので、真鍮釘を打って固定させます。この丸釘おしゃれじゃないですか？至るところにこれから打っていきますからね。いよいよ側板を固定させていきます。ほんと、絶対もっといい方法があったはずですが、今回は全部こんな感じです。一番最後の板を縦に切るのがものすごく難しくって、デコボコになっちゃいます。全然うまくいかなくってげんなりです。これは最後まで綺麗にできないので、もう目をつむります。デコボコ、完成度が低い。いつか直したいですねこれは。今度はもう片側の側板をつけましょう。ちなみに裏側は何もしません。見えないしね。頑張ってボンドで固定しました。もちろんこのままだとまだ不安定なので、真鍮釘を打っていきます。かっこいい。1段目完成です。お次は2段目をやっていきましょう。天板は1段目の反省を生かして最初から金折りを使います。ちなみに、ちゃんと4つの穴にネジを刺しましょう。普通に曲がりました。金折りが邪魔をしてきれいに塗りません。頑張って削ってぴったり。ではまた塗装をしていきます。
柱と天板を固定します。ボンドだけだと弱いので、下からネジで固定させます。固定する順番を完全に間違えましたね。側板より先に柱を固定させるべきでした。続いてここにはめる板の塗装をします。アクセントをつけるため違う色にしてみましょう。色はメープルです。これがメープル、結構黄色いですね。塗ってみますか。2度塗りしましたが、あまり変わっていないように見えますね。でも塗っていない面と比較すると結構変わっていました。ではこれをはめていきます。今回は結構隙間なく切れましたね。よし、終わり。上下に隙間がありますね。悲しい。ほんと、同じ長さで切るのが難しくってしょうがない。しかし、色を変えたのはいいアクセントになったんじゃないでしょうか。おしゃれに見える。1段目も変えておけばよかったです。行き当たりばったりで作っているのがバレバレですね。次は2段目の側板を作りましょう。ぴったりではないけど、これでいいかな。このままだとかなり傾いてしまっているので、柱を立てておきます。白飛びしていますが、ほぼ水平です。これで2段目も完成。ラスト3段目いきましょう。毎度のことながら側板作りからです。今回だけで失敗を含め何枚買ったことか。それもこれで終わり。終わりじゃない、もう1面ありました。ここはもう撮影を忘れていました。申し訳ありません。木材を延長したいけど高さを合わせられない。そんな時は、丸のこの刃の深さを切りたい高さに合わせ、細かく切れ込みを入れまして、のみで削ります。
そうすることで、綺麗に高さを合わせて木材を延長できます。接合をするとこのようになります。ここからは作業よりも試行錯誤が多くなってきたのでダイジェストでご覧ください。はい、もうほぼほぼ完成です。柱をメープル色にしたのはいいアクセントですね。1段目の柱もメープル色にすれば統一感があったのに、そういえば天板を作っていなかったので作りました。でもこれは邪魔になるのでまだ固定はしません。ここには大量の水が乗るので念のためもう少し強度を上げておきます。2本も入れれば十分かな。一応体重が無駄にあるシ筋に乗らせてみます。これだけやっても折れないみたいだから大丈夫だね。下部は開け閉めができるようにしたいので、真っ二つに切りまして、このように板をくっつけました。このままだと持ちにくいので、取っ手をつけます。この短い木材、ちょっと大きかったので半分にして取り付けました。これでしっかり塞げますね。上の板は真鍮釘を打って固定しました。裏側も上段は板を張ります。これで完成いたしました。7月の終わり頃から始めて9月まで、ほんと長かった。そして何より暑かった、暑すぎた。3段目の側板は途中に真鍮釘を打ちました。ちょっと高さを間違えて穴が開いちゃったのが残念です。実はここの側板はまだ加工する必要があるので固定させていません。ここに循環用の水中ポンプを置く予定です。ちゃんと循環できるかどうかは不明です。やってみなきゃわからない。ちゃんと閉まっていいですね。最後にサイズを書いておきます。縦 880mm、横線 850mm、高さ 800mm。だいたいこれくらいのサイズになります。案外大きいですね。次回は3段目にアクアポニックスを作っていきますよ。ここにメダカたちが泳ぐんだな。どんなレイアウトにするか悩ましいですね。次回をお楽しみに。技術的なことや感想などコメントをいただけたら非常に嬉しいです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。